こんにちは。ゆきのすけ工房のゆきです。今日はかぎ針編みで巾着を作っていきたいと思うので、その編み方メモを作りたいと思い、動画を撮っていこうと思います。最近母に頼まれてこういったちっちゃめの巾着をたくさん作っているので、その編み方を記録していきます。使う糸は中細ソックヤーンぐらいの太さの糸で編んでいきたいと思います。で、模様は毎回好きな模様をPinterestなどで探して作っているので、一つ一つ別の模様編みになっています。はい。では道具と材料紹介に移ります。今回使う糸はダイソーさんのリネコを使います。ちょっともう販売はないと思うんですけど、だいたいかぎ針3号か4号号で編む細さの糸であれば何でもいいと思います。今回、かぎ針は4号を使います。はい。あとは、ハサミと、この巾着の紐の部分になる糸ですね。今回はチュールヤーンを使っていこうと思います。今日編む巾着の模様は、編み物チャンネルさんの模様編み線カルからいただこうと思ってます。こちらです。はい。では早速、作り目から始めたいと思います。これくらいのサイズで編むときは、だいたい4号のかぎ針で70目前後の作り目にすると、この幅になると思います。今回の使う模様が12目1模様なので、72目作り目をしたいと思います。まずは鎖編みを72目やっていきます。はい。72目編んで、2回くらい目数を確認しました。次なんですが、ここで輪っかにするのではなくて、鎖編み1目で立ち上がって、作り目の鎖編みの裏山に、1目ずつ細編みを編み入れていきます。鎖編みのまま輪っかにすると、私の場合はほぼ100ねじれてしまうので、一段細編みを編んでから輪っかにしたいと思います。はい。こんな感じで端っこまで72個細編みを編んでいきます。はい。こんな感じで一段細編みを編み終わりました。念のため、ここでも作り目の数が正しいかを数えてください。細編みが編み終わったら、筒状にしていきたいので、ここで初めて輪っかにしたいと思います。
ねじれないように気をつけながら半分に折ります。はい、こんな感じですね。ピントが合わない。そしたら、1目の細編みの頭に引き抜きます。よいしょ。はい。ここでも、ねじれてないことを確認してください。こんな感じです。ここからは編み図に従って編み地を模様編みを編んでいきたいと思います。はい、模様編みをいい感じの高さになるまで編んできました。今回選んだ模様がこう波打ってる模様、湾曲してる模様だったので、72目で同じように作り始めた巾着と比べて少し小さめに仕上がっています。同じサイズにするためにはあと2模様分ぐらい多く作りしなければいけませんでしたが、今回はこのままこのサイズで編んでいきたいと思います。次はこの紐を通す部分を編んでいきたいと思います。この白い巾着は元々の模様の中に通せそうな部分があったので、そこを活用していますが、こういう模様のように通す部分がない時の編み方をご紹介します。はい、まずは鎖編み3目で立ち上がって鎖編みを1目編みます。前の段の長編みを1目飛ばして鎖編みのところに長編みを編みます。長編み編んだら鎖編みを編んで1目飛ばして長編み、鎖編みを編んで1目飛ばして長編み、鎖編みを編んで1目飛ばして長編み。今回の模様だとちょっと下の段がややこしいので分かりにくいですが、下の段の目に合わせて長編み1目、鎖編み1目、1目飛ばして長編みを編んで鎖編み1目という風に繰り返していくだけです。はい、一周できました。まあ、なんとなくで大丈夫だと思います。そしたら次の段からは、前の段と交互になるように長編みと鎖編みを編んでいきます。
はい。3段長編みと鎖編みの模様を編んできました。ここはお好みで。こういう風に絞った時の、ここの長さが長い方が良いという方は、もう少し長めに編んでもらえるといいと思います。私はここがあまり出てないのが可愛いなぁと思うので、今回3段で終わりにしました。最後まで編めたら糸を切ります。では、底を編んでいきたいと思います。そこはですね、あまり深く考えずに、半分に折って見える、この鎖のところを細編みで編んでいくだけです。まずは糸をつけます。手前と奥、鎖を2つ拾って引き抜きます。立ち上がりの1目編んで、同じように針を入れて、細編みを編んでいきます。次も手前奥。細編み、手前、奥、細編み、続けます。はい、編んできました。ちょっと変な形になっちゃったかも。あんまりこの模様は向いてなかったかな。では、糸を切って糸始末をしていきます。で、糸始末の仕方なんですけど、普通にこう糸端を編み地に通して切っちゃってもいいんですが、今回は針が飛んできたプレゼントだということと、巾着の使い方のことを踏まえて、温度で切る前に止めちゃおうと思います。
このまま1日ぐらい乾かしてから糸を直近と切ろうと思います。それでは1日だったので切っていきたいと思います。よいしょ。そしたら最後は紐を通して完成になります。今回は小さめのサイズになったので、これみたいな片っぽだけ通すことにしたいと思います。これにしようかな。はい。ではこの長編みと鎖編みで編んだところを使って紐を通したいと思います。私は2つ置きぐらいに通していこうと思います。あとは長さを見てちょうどいいところで紐を切ってこう結びますが、絞ってみてここでピタッと止まればこのままでもいいですし、あんまり止まらない場合はここにウッドビーズなんかを入れてストッパーにしてもいいと思います。はい。完成しました。よいしょ。いかがでしたでしょうか。私はいつもこんな風に巾着を作っています。巾着はプレゼントなんかにもすごく喜ばれるし、あまり糸消費にもなるし、すぐに編めちゃうので何かと重宝すると思います。ぜひ参考に編んでみてください。では今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。